皆さん、こんにちは。ミキです。今回は僕の今までの語学学習の経験から、語学の勉強を効率的に進めたい方や、言語学習のモチベーションを保ちたい方に向けて、僕のお勧めする言語学習のメリットとその具体的な手法についてお話ししたいと思います。今日皆さんにお伝えするトピックは大きく分けて3つです。1つ目が、効率的な言語学習方法。2つ目が言語学習の利点。そして3つ目が言語学習のモチベーションの保ち方です。このパワポは、実際に僕が大学4年生の時に、作成したもので、言語学習のプレゼンテーションを実施した際に使用しました。その中で皆さんと共有できるものがいくつかあると思ったので、今回動画にさせていただきました。それでは早速始めていきましょう。まず最初にこちらの、オーバービューとイントロダクションの、スライドは飛ばさせていただきます。はい。それではですね、早速、どうやって効率的に、言語学習をしていくのかについて、具体的に説明していきたいと思います。僕の考える効率的な言語学習方法は、インプットから入り、その後、インプットした内容をアウトプットしていくことが基本になります。この図のように、まずは一番左のインプット段階で文法や単語を覚え、その後にスピーキングやライティングを通してアウトプットをしていき、また新しい単語や表現を再度インプットし、アウトプットをしていくというのが効率的に学習を進めていく流れになります。最近よく言われる言語の4技能で分けるのであれば、インプットがリーディングとリスニングで、アウトプットがスピーキングとライティングになります。そもそも日本の学校の英語の授業では、インプットとアウトプットの割合が明らかにおかしいと感じます。日本の英語の授業では英語が話せるようにならないとよく言われますが、これはアウトプットにあまり時間をかけず、インプットベースで勉強しているからだと思います。その結果、効率的に学習ができず、結局話せないまま終わってしまうことが非常に多いと考えられます。本気で言語学習の向上を目指しているのであれば、インプットとアウトプットの繰り返しが重要になってきます。では、具体的に何をインプットしてアウトプットしていけばいいのでしょうか。それは文法と単語です。文法と単語がインプットとアウトプットをする上で最も基本的な要素になってきます。インプットはまず文法から始めることを推奨します。文法は文章を作る上でのルールなので、言語の核に当たるものです。単語だけ覚えても文章で説明できなければ意味がありません。なので、まずは文法をしっかりと、理解することが大事になってきます。文法教材はたくさんありますが、おすすめなのは、全体の80% ぐらいカバーしている分厚い文法書を1冊購入して、約1ヶ月から2ヶ月ぐらいかけて、終わらせるようにします。はい。で、文法が終わったら次に、単語をインプットしていきます。もし何か試験を受けるのであれば、その試験の単語帳を購入して何度も繰り返し行ってください。基本的に単語は毎日覚える必要があると思います。僕の場合は IELTS の単語帳、TOEIC の単語帳、そして英検準1級の単語帳の、3冊を、大学在学中にひたすら、使用してました。1冊につきですね、だいたい30週以上は、必須になってきます。文法と単語では単語を覚える時間の方が確実に長くなります。なので、言語のインプットは、文法、そして単語の順番で、行うことをお勧めします。まず文法を勉強して、その後、単語をひたすら覚えていく方が、効率的です。文法を1ヶ月から2ヶ月かけて仕上げて、単語も繰り返して、インプットをしてきた。ここまではもちろん素晴らしいことなんですけど、ここで終わってしまってはいけません。アウトプットを怠れば、インプットが完璧だからテストではいい点数が取れるけれど、実際の会話では話せないという現象が起こってしまいますので、インプットした文法と単語をしっかりとアウトプットして、自分で使用できる状態までにしていきましょう。では、具体的にどうやってアウトプットをしていけばいいのかの話に入ります。はい。アウトプットの方法の一つ目は、ネイティブの友人を作ることです。大学やコミュニティなどの、活動に参加するのもおすすめです。大学であれば国際サークルとか、最近ではミートアップなどのアプリを通しての言語学習の機会も多いので、こういった環境で実際にアウトプットすることも可能です。2つ目のカフェやバーも同じですね。カフェやバーでネイティブの人と会話することでアウトプットが進みます。しかしこの上の2つは、正直環境的に難しいっていう人も多いと思います。例えば周りに、外国人がいないとか、社会人の方で様々な活動に参加できる時間がないとか、そういった悩みをよく聞きます。
そこで個人的にはこの3つ目と4つ目のアウトプットの方法、オンラインコースと自分に話しかけるという手法が、もっと気軽にできるアウトプットの方法だと思います。で、自分に話しかけるって何というふうに思われる方もいるかもしれませんが、これは簡単に言ってしまえば独り言です。この手法は、僕自身もたくさん使用してきました。僕も日本で英語を勉強していた時は、周りにネイティブの友達もほとんどいなくて、また大学のサークルにも入ってませんでした。なので、基本的には、自分に話しかけることとオンライン英会話でずっとアウトプットを続けてきました。オンラインレッスンでは基本的に毎日25分間、先生と話して、1ヶ月で約5000円程度なのでかなりおすすめです。自分に話しかける、つまり独り言でのアウトプットの方法は、インプットした文法や単語で自分で文章を作り、実際に口に出して行います。例えばですね、今日の予定を話してみたりとか、あとは最近身の回りであった話をしてみたりすることもできるかと思います。僕は大学生の時、アルバイト先が自転車で約30分ぐらいかかる場所にあったので、毎回アルバイトに行く時には、一人で自転車に乗りながらひたすら英語を話してました。そしてオンラインレッスンで独り言を通して練習した表現も使ってみます。もし間違ってたらそこで先生から指摘されますし、合ってたら今後もそのまま使えるので、僕はですね、このようにして、インプットからアウトプットまでをひたすら続けてきて、語学を習得しました。はい。以上で、インプットとアウトプットのお話は終わりです。インプットとアウトプットの繰り返しが大事だということを理解していただけたでしょうか。それにしても、なぜインプットとアウトプットを繰り返す必要があるのでしょうか。それは人間の脳にはいらない情報は基本的に忘れていくという機能があるからです。スライドの図のように、最初、単語や文法を暗記した日を0とカウントすると、1日経つと半分の内容はもうすでに忘れてしまっています。そして2日3日経つと覚えたものが 10% 程度しか脳に残っていないといった状態になってしまいます。そのため回転率を上げ、繰り返し復習していくことによって、文法や単語が定着するようになります。はい、次に言語を学習するメリットについてお話しします。言語を学習するメリットは何でしょうか。僕の考えるメリットは主にこの3つです。キャリアと、情報量と、文化への理解です。それでは一つずつ解説します。言語学習の一つ目の、メリットはキャリアです。外国語を話すことができれば働ける場所、国の、選択肢が広がります。僕の場合も英語と中国語を学習したから今シンガポールで働けています。このように、言語を学ぶことによってキャリア、仕事の観点から様々なチャンスが広がっていきます。で、2つ目、情報量ですね。母国語以外の言葉がわかるようになれば圧倒的に情報量が増えます。例えば日本語しかわからない場合、英語で書かれた文章は理解できません。もし英語圏のニュースを読んだとしても、それらはすべて誰かが翻訳した文章です。英語の原文と翻訳された日本語の文では情報量が違います。翻訳された文章では情報が 100% で入ってくることは少なく、欠けた情報が入ってきます。なので原文が読める人と翻訳された文章しか読めない人では取り入れられる情報量が変わってくるんですね。つまり言語を学んでオリジナルの情報を読み取れるようになれば情報量や正確さが増えます。そして3つ目が文化への理解。これは多言語が話せる人によくある話ですが、同じ人でも話す言語によって性格が変わることがあります。なぜそういったことが起きるのかというと、言語によって表現方法が違うからだと考えられます。例えば日本語には間接的な表現が多いですが、英語は直接的な表現が多いです。となると、英語で話すと直接物事を言ったりする性格になるとか、日本語だと遠回しに、物事を伝えるようになるとか、そういったことが起きるんですね。言語にはその国の国民性や価値観や観点が盛り込まれているので、言語に触れることによって、国民性や価値観への理解も広がります。そこから、趣味にまで広がっていくこともよくあります。僕の場合は中国語を勉強してから中国茶の歴史などに、興味を持つようになりました。これは、語学を学習する大きなメリットだと僕は考えます。はい、ここまでで、効率的な言語学習方法、そして言語学習のメリットをお話ししてきました。しかし、効率的な勉強法を理解しても、モチベーションを保てなければ、語学を実際に習得することは難しいです。
最後にですね、モチベーションの保ち方のお話をしていきたいと思います。言語学習のモチベーションを保つために、まずは語学学習を自分の生活の一部にしましょう。例えば、携帯の言語設定を変えてみたり、その言語の音楽を聴くようにしたりします。毎日オンラインの授業を受けるとか、独り言を30分行うとかもいいですね。皆さんが毎日歯磨きするように自分の生活の一部にしていくことが重要です。そうすれば言語学習は学習といった、特別なものではなくて、日常の一部に、溶け込ませることができます。そしてモチベーションを維持するために一番大事なことが、ゴールを決めた後にブレイクダウンをすることです。これはどういうことかというと、例えばTOEICで700点以上取るとか、中国語を日常会話レベルまで話せるようになるとか、そういった大きな目標は、それ自体は素晴らしいことなんですけど、目標が抽象的すぎたり大きすぎたりしてモチベーションが上がらなくなることがよくあります。最終的なゴールはそれだったとしても、目標を細かくブレイクダウンすることによって、具体的な方法や戦略を考えていくことが、大事になってきます。これは言語学習だけではなくて、大学受験だったりとか人生の目標、何でもそうです。はい、実際に僕の例で見てみましょう。僕はですね、大学卒業後にシンガポールのキャリアコンサルタントとして働くという、目標がありました。はい。で、この大きなゴールを立てた際に、どのように戦略を立てたのかを、説明していきたいと思います。卒業後、シンガポールでキャリアコンサルタントとして働きたいという目標に対して、目標を、細かくブレイクダウンしていきます。僕の場合、シンガポールでキャリアコンサルタントとして働くのであれば、語学の能力は、必須になってきます。シンガポールは英語と中国語を話す方が多いので、その方たちと対等に戦うために、英語と中国語をマスターすることが必須になってきます。さらに僕は新卒であったため、社会人経験がない状態でした。シンガポールの大学生は学生時代に3ヶ月以上のインターンシップを通して社会人になる前から社会人経験をすでに積んでいる方が多いということを知って、彼らと戦うためには僕もインターンシップをいくつか経験する必要があると感じました。そしてそれ以外の部分で履歴書でプラスになるようなことをしたいと思い、プログラミングの勉強や自分で日本語学習サービスを始めたりしました。まとめると、卒業後シンガポールでキャリアコンサルタントとして働きたいという大きな目標をブレイクダウンして考えた僕は、目標を語学、仕事経験、その他に細分化しました。そこからさらに各項目に対してより細かく分けて、より具体的にしてアクションを取りやすくしました。できるだけ細かくブレイクダウンした方が、やらなければいけないことが明確になって、モチベーションを保つことができるし、アクションが取りやすくもなります。ちなみにそれがですね、この図になります。最終的な卒業をシンガポールで、キャリアコンサルタントとして働きたいをツリーのてっぺんに持ってきて、それを達成するために目標をブレイクダウンし、さらに各項目をブレイクダウンしていきます。下の階層になればなるほど目標はより具体的で、アクションが取りやすいものになってきます。具体的なアクションを明確なのでモチベーションが保ちやすく、言語学習を継続することができます。ゴールから逆算してブレイクダウンすることはモチベーションを保つための必須スキルになります。はい、いかがだったでしょうか。今日皆さんにお話ししたことを最後に簡単に復習していきましょう。今日お話しした、話題はですね、大きく分けて3つでした。1つ目が、効率的な言語学習方法。これはインプットとアウトプットを繰り返すことでしたね。インプットは、文法、そして単語の順番で行って、アウトプットはオンラインコースと独り言の活用をお勧めしました。で、2つ目が言語学習の利点。語学学習の利点は、キャリア、情報量が増える、そして、文化への理解が高まるの3つでした。どれも言語学習が、皆さんにもたらす最高のメリットです。そして3つ目が、言語学習のモチベーションの保ち方です。モチベーションを保つためには、ゴールからブレイクダウンして目標を細分化することが、重要だということを忘れないでください。はい、以上となります。最後にですね、言語学習をする皆さんに1点だけ、忘れてはいけないお話をしたいと思います。それは、言語はコミュニケーションの単なるツールでしかないということです。しっかりと自分の専門性や核となる部分があって、それの付加価値として言語がついてくるので、語学だけを勉強しているだけじゃ意味がありません。他人と競う必要はなく、毎日昨日の自分を目標にしてそれを超えていけるように頑張りましょう。
今日の動画はここまでです。ありがとうございました。